東大生でも四国がオーストラリアになっていたら気づかない説を検証。はいどうもこんにちは、クイズノック編集長の伊沢です。今日は、意外と解けない地図丸×クイズです。おー、なるほど。地図を見れば一発でわかるのに意外とうろ覚えになっていることをクイズにします。丸×クイズは記事にもなりますので、伊沢さんのチャレンジを見る前に解きたい方は概要欄か右上のリンクからチェックしてください。では早速参りましょう。はい。第1問。青森県の最北端は北海道の最南端より南である。丸か×か。おー、いい問題ですね、またね。青森は南である。丸か×か。はい。×。北海道渡島半島の先っちょが青森側に食い込んでいるっていうことですね。正解は一番最後にまとめて地はい図を見ながら。あ、なるほど、なるほど、なるほど。生殺しですね。そうですね。第2問。うい。琵琶湖は太平洋より日本海に近い。おー、いい問題だね。これいい問題ですね。これは要するに最短の陸地でってことですよね。まあそうですね。よし、OK。はい。ではどうぞ。×。太平洋に近いってことですね。太平洋側に近い。そうですね。多分、だから木曽川あたりが注ぎ込んでるゾーンに一番近いのかな。それでは第3問。はい。四国と九州を合わせると北海道より大きい。なるほど。いいですか？はい。バン×。北海道って本当にでかいんですよ。なんで、北海道のでかさを信じてみたいな。ここからは世界地図編になります。より難しくなるやんけ。第4問。はい。カスピ海はイギリスより日本に近い。よし、OK。×。イギリスに近い。ちなみにカスピ海はどの辺にあるかっていうのは。アゼルバイジャンの横あたりです。アゼルバイジャンのやつ。僕のイメージ。はい、では最終問題です。はい。グリーンランドはオーストラリアより大きい。なるほど、なるほど。これいい問題だな。はい、よし。決めた。はい、どうぞ。×。これは、地理の定義的に、グリーンランドより大きいものは大陸として扱うという定義で、オーストラリア大陸という扱いなので、グリーンランドの方が小さいと思う。はい、ということで出揃いました。よっしゃ！見てみましょう。うわぁ、何が不安って1問目が一番不安だよ。はい。第1問は、はい、青森の最北端は北海道の最南端より南である。見てお分かりの通り、はい、食い込んでます。素晴らしい。正解。はい、伊沢さん正解です。青函トンネルってこっち側からこっち側じゃないですか。津軽半島から出てるんですよね。青函トンネル。そうですね。だから近い、より近くないとっていう話なんで、どう考えました？そして第2問は、琵琶湖は全然ダメだな。日本海にめっちゃ近い。日本海地形、福井うっす。ほんとだ、めっちゃ近いですね、これ。いざ見てみると。見ると一発で近いことわかりますね。はい。ということで2問目は不正解。残念。で、3問目は、四国と九州を合わせると北海道より大きい。これ見たらわかんねまあでも明らかに。明らかに？明らかじゃないですか？ほんとか？ここまで明らかじゃないでしょ。正解は？北海道の方が大きいです。イエーイ。まあ明らかだな。明らかだな。これ四国オーストラリアじゃないですか？大丈夫ですか？四国、これオーストラリアになってません？この地図。バレたー実はこれ偽企画で、はい。東大生でも四国がオーストラリアになってたら気づかない説という企画だったんですが、バレてしまいました。マジか！はい。俺も単純にギャグで最初言おうと思ったら、これマジでオーストラリアになってんなこれと思って、ダウンタウンのやつでやってたじゃないですか。はい、そうです。やっぱ似てんなと思って最初見たんですよね。はい。やっぱ似てんなと思ったら、佐田岬半島がないもんだから、これ本物のオーストラリアじゃねえかと思って。はい。まあ実はそういう企画で。もう勝ったな。しかもだって、九州アフリカじゃん。伊沢さんは何でも見抜いてしまう。そういう企画だったとは。で、まあもしかしたら、ここでまだ気づかないかもしれないから、はい、ということで、世界地図の方は、オーストラリアが四国に。ほんとだ、これは気づくだろ。気づきますかね？これは気づくでしょう。他だってなんかありますかこれ。他なんかありそうなもんだな、これ。だって、福井じゃん、南米。南米大陸が福井じゃないですか、これ。よくわかりますね。わかりますよ。僕さっき福井に言及しましたからね。福井薄いなーって言ってましたからね。ここの薄さにやられたわけですから、ね。そうですね。僕、それで間違ってますからね。はい、これ分からなかったらおかしいでしょ、福井。福井だもん。フェゴ島ねえし。はい、じゃあ一応答え合わせします。そうですね。一応ね。カスピ海はイギリスより日本に近い。カスピ海はこちらですね。はい。
ということでこちらは、イギリスの方に近いので伊沢さんは正解です。はい、やったぜ。第5問、グリーンランドはオーストラリアより大きい。まあ、この地図じゃわからないことですからね。まあそうですね。正解はオーストラリアの方が大きいです。やったっつったね。はい、だから伊沢さんは正解です。いいですね。今日いいですね。はい、だから最終問題まで来ても気づかれなかったらもういよいよ伊沢ポンコツだなという話にはい。なってたんですが、はい。まあお見事です。はい。ありがとうございます。グリーンランドより小さいのが島、オーストラリアより大きいのが大陸というふうになっています。実はこれかなり北の方にあるので、グリーンランドは大きく見えてるんです。メルカトル図法だとこういうことが起こっちゃいますからね。赤道付近の方がちっちゃく見えてる。そうですね。ちなみにグリーンランドはどこの国かわかりますか？デンマークです。はい。ということで、はい。伊沢さんは、丸×クイズは5問中4問正解ということで、福井県の薄さにやられて1問間違えてた。なりましたが、はい。オーストラリアと四国の違いには気づいた。はい。九州とアフリカの違いにも気づいた。気づいたし、南米と福井県の違いにも気づいた。これは気づくわ。はい。見事でした。ということで、はい。伊沢さんは3つ見逃してます。さて、そうなると思ったんだよな。東大生でも四国がオーストラリアになっていたら気づかない説に気を取られて、東大生も視聴者も他の間違いに気づかない説を検証。まだなんかあんだろうと思ってんだよな。さあ、やるか。はい。日本地図は2つしかなかったので、はい、お見事です。まだ指摘してない部分があるってことですね。この世界地図は5つ間違えてます。それを聞いた上でやっていいですね。はい。そっか、これグリーンランドちげえわ。おお、すごい。グリーンランド徳島でしょ、これ。わ、すごいですね。グリーンランド徳島でしょ、これ。そう、だから、グリーンランド色になって、福田さんが言ってる時にでもな、これ、本来のメルカトル図法じゃないパターンで書いてんだなと思ったんですよね。お見事です。はい。イタリアの角度違わないですか？違います。スカンジナビア半島微妙なことになってますね。違います。スリランカおかしくないですか？違います。東南アジアが一部消し飛んでませんか？そんなことはない。そんなことはない。アイルランドが違う？違います。じゃあまず、はい。これなんだかわかります？あ、赤道高えな、これ。ほんとだ、赤道クソ高いですね。めちゃくちゃ高いです。だって、本来エクアドルとかそのあたり、というか、ね、パパニューギニアとかそこら辺を通ってなきゃいけないから、赤道クソ高い。これなんで赤道が高いか気づかないかというと、南米は福井になってるからですよ。気づかなかった。失敗した。これは気づくべき。本来はだからアフリカ西岸の、要するにこうなってる、ここら辺を通ってなきゃいけないんで。そうですね、くぼみのそう、下を通ってなきゃいけないんで。うわー、これは痛い。なんとなく赤道だと思ってたはずなのに気づかない。そう、赤道の話何もしなかったのがね、より問題でしたね。あ、そうですね。うわー、これはなかなかしかも僕今気づきました。はい。誓いせずになってますね。そうです。正解。いやー、やられた。やられたな。いやー、全然地理じゃねえじゃん。まあそうですね。最後の1問は国語力です。うわ、よく見ろって話ですわね。そういうことです。木を見て森を見てなかったな。徳島を見て世界を見てなかったな。世界地図誓いせずになっても気づかない説は立証されましたね。はい。普通にね、結構今悔しがってます。誓いせずと赤道はね、両方気づけるべきだ。やっぱここでこっちーっと見て各島とかを、見てて、これマダガスカルは奈良じゃないよなーとかやってたんで、だからやったんですね。はい、ということで今回は世界地図ドッキリがね、渋滞してるんだよ。そうですね、7つのドッキリを同時に感動しました。ということで、ドッキリ渋滞世界地図クイズでした。皆さんはいくつ気づきましたか？ぜひコメント欄にコメントをお願いします。ということで、今回も動画のシェア、高評価、チャンネル登録、動画への質問、コメント、Twitter のフォローなどなどお待ちしております。ということで、皆さんもドッキリを作ってみてください。さようなら。はい、今回の質問コーナーです。クイズ番組やクイズノックを見ていても文系の問題がかなり多いのですが、やはり理系はクイズに不利でしょうかというお話でした。そうですね、まあでも実際東大王のメンバーみんな理系ですし、あとお医者さんクイズ王みたいなね、よくテレビで出てきますけど、広海翔さんとかもね理系ですし、だから実際のクイズ王を見てるとみんな結構理系率の方がむしろ高いんじゃないかなと思ったりします。で、テレビでやらないクイズの領域ではですね、もちろんテレビだったら理系の問題ってあんまり出しても視聴者に面白くないことが多いので出ないですけど、実際にクイズをやってると理系文系半々で出たりするので、むしろ文系って理系のことかなり分かってなくて、理系の人は文系のこと得意な人も結構いるので、むしろ理系の方が有利だったりするんじゃないかなと僕は思ったりしてます。なのでやっぱテレビを見ていると文系の方が有利だなってのはまあそれはそうだなと思うんです
が実際にクイズを、長い目で広くやっていくと理系の方が有利だったりもしますという感じです。まだまだ質問お待ちしております。それではどしどしお願いします。さようなら。